The number you have dialed is not in service at this time. 包丁でこそいでいきます。どうもこんにちは。焼肉ベースかけるの俊介です。以前動画の最後の方に今度ホルモンをやりますって言って、実はその後すぐお盆になっちゃって、お盆って牛の潰しがないんですよ。なのでホルモンの供給がなくてちょっと取れなかったっていう事情があって、で今お盆明けたんでホルモンを発注して納品があったんで、今日は小腸ですね、別名マル腸と呼ばれるんですけれども、仕込みとうちでどういう風に出してるのかっていうのをお見せしていきたいと思います。今日味噌だれで食べる焼肉風の食べ方ともつ鍋に使われることが多いので、もつ鍋の動画も撮っていきたいんですけども、仕込みめちゃくちゃ時間かかるんで、ちょっとそれまた次の動画でお送りしたいと思いますので、もつ鍋は、鶏ガラとかを化学調味料で使って作ってもいいんですけども、今日はもう完全にプロ向けというか、飲食店で例えばこれから秋冬って鍋がどんどん出てくると思うんですけれども、ガチガチのもつ鍋っていうのはこうやって作るんだよっていうのを飲食店向けの動画を撮っていきたいなと思います。皆さんご存知でしょうか。人間の腸って何メートルあるか知ってますか？もうあんま気にしたことないんじゃない？実はこの体の中にとんでもない長さの腸が入ってて、人間っていうのは大体6メートルから7メートルぐらいって言われてます。結構すごいよね、そう考えるすごいね。と。日本人は特に腸が長い、消化機能が高いって言われてるんですけども、牛は何メートルか皆さんご存知でしょうか。結構驚愕だと思うんですけど、大腸と小腸を合わせると大体60メートルぐらいって言われてます50メートルプールよりも長い。その中で小腸の部分は大体40メートルぐらいって言われてます。で重さで言うと大体1頭から10キロぐらいの小腸が取れるよっていうふうに言われてます。小腸の小話はいいんですけれども、仕込みの方に移りたいんですが、前の身の辺でもお送りしたんですけども、やっぱホルモンなんで衛生面はかなり気をつけて仕込みをしていきたいと思っています。今日使う小腸なんですけれども、こんな感じですね。で結構油が多いんですよ、小腸は大腸に比べて油が多いんですけど、すごくね甘みがあって美味しいので、うちは小腸を使ってます。一回これボウルに開けます。そしたらおなじみの薄力粉ですね、小麦粉を入れていきます。ケチネでね結構多めに使ってください。洗っていきますね。少しだけ水を入れます。そしたらよく揉み込んでいきますね。で小腸は開いてあるんですけど、この辺にぬめりがあるんですよ。この皮の部分っていうんですかね、ここをしっかりこう手でしごいてあげるような感じですね。今日のマルチョウは脂がすごく乗ってて美味しそうですね。でこの前も説明したんですけども、このシンクは今日めちゃくちゃハイターでピカピカに洗ってあります。もうほとんど雑菌がないような状態ですね。でこれの仕込みが終わったらさらに綺麗にハイターしてピカピカに仕上げるような感じですね。これちょっと水洗いしていきます。でこれね、夏場とかちょっと水がねぬるくなってるとこの油がねすごい溶けちゃうんですよ。なんでなるべく冷たい水でやるようにしてあげてください。夏場で冷たいお水で洗うっていうと、俺はもうトトロで印象しかない。トトロトトロでなんか水を冷たい水でキュウリを洗うシーンしか浮かばない。カットでお願いします。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、カットで小麦粉がきれいに洗えたので水切りしてください。ざるの上にかけます。一応こんな感じですね。ちょっとピカピカしてますね、新鮮で。確かに仕込みをしていきます。その際も、うちは今まな板を重ねるような形で使ってるんですけれども、例えばこういうコールドテーブルとかキッチンの上でやる場合はしっかりこのサランラップとかを敷いて、お汁とかが飛んでも防御できるような感じにしておくといいと思います。で今ちょっと濡れてるんでキッチンペーパーとかを引いてもらって水気を切ってあげるような感じですね。結構この食材にとって水っていうのは雑菌が繁殖する原因になるんで、こう切っとくのと切っとかないのと結構この持ちが変わるんですよ。魚とかもそうなんですけども、しっかり洗ったりとかした後は水気を取ってあげるっていうのが大事です。結構長いんで大体まな板分ぐらいの長さに1回切ってあげます。でこういうペーパーとかおしぼりを横に置いてあげます。でこの皮面のこういうぬめりがあるんですけども、これを包丁でこそいでいきます。こういう感じです。わかるかな、このちょっとツヤツヤしてたのがぬめりが取れていってるような感じ。これが下処理になりますね。でこれ開いてないところも包丁でこうやってこそいであげるとしっかり取れるんで、丁寧に取っていきます。結構落ちるね。うん、
これはねちょっと臭みの原因だったりとかするんで、ひっくり返して、こんな感じです。でこのね皮がちょっと硬いんですよ。でこのまま焼くとこれがギュッとこう縮こまって結構噛み切れなかったりするんですよね。なんでそういう時はこの出刃包丁とか包丁のお尻の顎の部分を使ってちょっとこう叩いてあげます。こんな感じです。これやってあげるとねだいぶ噛み切りやすくなるんで、ちょっとねめんどくさいんですけどもこれはやってあげた方がいいです。こんな感じですね。これを 40m 分やっていくと。そういうことだね。結構ねホルモンの仕込みはしんどいですね。時間かかるんで、あとやっぱこう衛生面も気をつけながらやんなきゃいけないんで、大体一口あたりこんぐらいですね。結構大きめなカットで出します。なんでかっていうとこれを焼いた時にこの油がね焼けてちっちゃくなっていくんですよ。なので結構大きめにカットしてあげるっていうのがコツですね。こんな感じですね。今日ね結構油しっかり乗ってるんですけど、外れ引いちゃうとねこの油全然乗ってなかったりするんで、うちは結構いい内臓入れさせてもらってるんでそんなことはあんまないんですけど、たまに他の焼肉屋とか行って小腸頼むとあれみたいなたまにねちっちゃみたいなまあうちだとね小腸がそういう物が悪かった時とかは系列に回して煮込みとかにしちゃうっていうことが多いですね。それがうまいんだよね。物はねやっぱり和牛を使ってるからやっぱ甘みがあって美味しいんですけど、焼肉屋の価格帯ではそれは出せないなっていう時はちょっと居酒屋に回して安く出してあげたりとかね。今日ちょっとお見せする食べ方はもうねご飯泥棒です。ご飯どう？わしわしご飯食べれちゃうんでなんかどっちかというとつまみみたい食ってみれば分かるよ。な。なるほど。このね油とタレの相性が抜群にいいんですよ。ホルモンの切り付けが終わったんで盛り付けしていきますね。でこれがうちの使ってる味噌だれですね。ホルモン用に作ってます。でこの中に入れてもうこれたっぷりですね。1個ずつ1個ずつしっかりまとわせてください。よく揉み込む感じですね。そしたらこの味噌だれごとドン、はい、これで完成ですね。ホルモンの仕込みが終わりましたので今日は焼きだけですね。味噌だれにつけてご飯と一緒にかき込んでもらいたいと思います。シンクの洗い方というかもうこれも一応お送りしておくんですけれども、このホルモンの油とか汚れが飛び散ってるような状態ですね。これ非常に不衛生なのでよく洗っていきます。お湯にしてください。で最初に洗剤でよくこの辺洗います。お湯ってのもなんかあんの？さっき言った小腸の油が配管にどんどんこう流れてるような感じなんですよ。お湯で流してあげるとその油がねちょっと溶けて流れやすくなるので配管詰まりとかの予防にもなるので熱いお湯がいいですね。はい、で大体きれいになりましたらスポンジもよく洗剤を含ませて置いておきます。スポンジも洗う。スポンジも洗う。そしたら一回全部流しますね。このシンクももう2年ぐらい使ってるんですけどもう毎日毎日ハイターでピカピカにしてるんでまだ全然ピカピカですよ。マジ綺麗だよね。ハイターをかけます。結構いくね。もうめちゃくちゃ使うよ。結構いくね。本当に。でこの辺も洗います。この手元の部分とかね。確かに触れちゃってるもんね。ここがね汚れてるともう元も子もないんで。でこれで10分ぐらい置いときます。はい、じゃあハイターして10分経ちましたので洗っていきますね。まあちょっとねこれ手が荒れたりするんであんまり直接触んないようにしてください。まあ、僕たちはもう慣れっこなんでガンガン触っちゃうんですけどあんまり肌にいいもんではないんで。でも手袋とかした方がいいよね。そうだね。家にあるゴム手袋とかでいいんでただでしっかり手を保護してあげるといいですよ。おしぼりでこの辺の周りもしっかりきれいにしてあげます。で僕はねこの辺結構几帳面なんで一回全部こうやって下のところまで水気取っちゃいます。ここにスプレー、これアルコールですね。これをもうぶっかけます。はい、これでめちゃくちゃ綺麗なシンクに元通りですね。うん。はい、
あでもこんくらいやった方がいいって感じでもう完全に今無菌状態になってるので、これで衛生は保たれてます。もう本当にこれぐらいしっかり衛生管理っていうのはやんなきゃいけないと思ってますので、結構こういうのをしっかりやってるので安心して食事を楽しんでもらえればと思います。マジでこれ毎回やってるからね。そう本当にピカピカにするんで毎回、まあ、ちょっとあんまり家庭では役立たないと思いますけども、ニーズがニッチになってるけど、そういうね、でもその衛生面っていう観点には参考になるんじゃないかな。ハイターとかもね週1とかではご家庭でもやった方がいいかもしれないし、体幹とかもねこう吐いてやってあげるとすごいピカピカになるんで、はい、じゃあ試食いきます。さあお待ちかねのホルモンでございます。お盆前からだいぶお待たせしちゃったんですけど、ようやく味付ける。新鮮なのが入ってよかったです。油もねいい感じなんで、色づらね小ネギが綺麗だよね。皿もあって、この白オレンジ緑のコントラスト、蒸しだ。はい、いいね。ちょっと味噌だれが焦げやすいので頻繁にひっくり返しながらもういいかな、返しちゃって。ちょっと難しいよね、ホルモンは焼くの。火が入ってるかかなり分かりづらいんで、しっかり焦げる寸前ぐらいまで焼き上げる。今大体ね半分ぐらいの加減っていうか、こう味噌だれが余ってるんですよ。ここにもう一回ね二度漬けしてあげるんですよ。でこれやってあげるとやっぱホルモンとかって油がどんどん下に落ちる過程で味噌だれが下にまた一緒に落ちていっちゃうんですよ。それをこれでまた補ってあげる感じです。ただ最初に生で一緒に入ったやつだから、もう一回必ずちゃんとよく焼いてもらって。お店とかで空のお皿を下げられちゃうと思うんですけど、あ、ちょっと待ってくださいって止めてください。二度漬けしたいんで。それをやってる人がいたら、お、分かってるねってなります。あんだけでかかったのが油と一緒に結構半分ぐらいの大きさまで縮まっちゃうんですね。はい。でもうこれ中まで火取ってるんで食べてみましょう。味噌だれがついてるんで、最初このままいただきます。うまい。全然しつこくないし、タレがやっぱうまい。すぐご飯でした。めちゃくちゃ合う。1個でご飯いっぱいぐらいそれぐらいね破壊力あり。何個でもいける。マジで。さっき叩いてあげたから多分皮目の部分も噛み切りやすいと思うんですよね。程よく食感を残しつつも噛み切りやすい。てかあれ入れないとね、口の中でグニグニずっと噛んでるような感じになっちゃうんで、あれやってあげた方がいいです。はい、じゃあ次おすすめの食べ方ですね。味噌だれもうついてるんですけど、焼肉のつけだれにびしゃびしゃにつけて、これはこれで、フルーティー感がやっぱ増してる。少しさっぱり食べれるけど変わらずやっぱりこいつは欠かせない。すごいね、こんなご飯進むんだね。でやっぱ小腸の特徴としてこの脂身部分がすごく甘いんですよね。甘い、本当に。もうタレがうまいと言いつつも、そのホルモン自体の甘みうまみがすんごい詰まってる。焼くことによって油も程よく落ちてくるんで、臭みもないでしょ全然。全くない。ちょっと劣化してくるとホルモン独特の匂いがしてくるんですけど、という感じで今日はホルモン編小腸をお送りしてきました。なんかとんだダークホースというか、めちゃくちゃ米に合うものを見つけちゃったんで、タレで食べてもいいですし、つけだれを追加しても美味しいです。ぜひ試してみてください。でこの動画見て面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします言うようになったね次回はもつ鍋編ですね。この小腸を使ってもつ鍋を作っていきたいと思います。絶対にうまい。それじゃまた。これを1本ずつ最後これぐらいの濃度まで仕上げてます。オープン。
す。